しだ。What's up, Dogsters? Back here again at the Kisa Sakaiki Cafe, what do you want to call it, for another sword being event. Let's go check it out. 今日はですね、刀の方を、じゃあ私なりに見立ててみようと思った時に、考えましたのが、今日のタイトルはお茶と日本刀。一見こう武人のお茶と日本刀はつながらないように見えるんですけれども、実は千利休、皆さんがよく知っているのは千利休、そのお弟子さんで細川雄斎という方がいらっしゃいますけど、九州の肥後の国細川藩のご当主ですね。非常に武芸ともに秀でた方だということが知られてまして、彼は自分の国に帰る際に利休からお茶のたしなみを受け、また工人たち芸術家たちを自分の国に連れて帰って優れた美術品をたくさん作らせたんですね。例えば、今日ここに飾ってあります唾がありますけれども、これはやはり肥後の国で作られた唾でして、真鍮あるいは素赤銅を基本にしまして、尻尾をここにこうはめ込んで図柄を作ってるんですね。これは江戸時代室町時代には全くなかったデザインでして、こういった工人たちをまたそのお茶の芸術を昇華して作ったデザインで新しく生まれたものなんです。新しいといっても400年ぐらい前のものなんですが、で後ほど拝見していただきます刀の方はですね、こちらの方が泉守兼定といいまして、泉守兼定というのは何代も続いているんですが、室町時代に美濃の国、今の岐阜県で刀を作っていた刀工の作品です。でなぜ私がこの刀を今回選んだのかといいますと、細川忠興、雄斎の息子が腰に好んで刺していたと言われる刀がこの野貞の作品でして、よく河川越台とか河川兼定なんて言いまして名物になっているんですが、それを作ったのと同じ作者の作品なんですね。常日頃の日本刀、1回からご参加されている方は非常に長さの長いものなんかをお見せしたと思うんですが、戦国時代に作った刀ですので、元幅に比べて先幅が狭くなって先に細くなって、長さが通常の以前お見かけしたものは短いんですね。2尺2寸ぐらいの長さのものが多いです。それは実際に実用に向けてはこれぐらいのサイズのものがちょうど良かったんだというふうに言われています。ですが非常にこう、あとは中身に注目してみますと、地金が非常に澄んでいて綺麗なんですね。おそらくこういったところがその当時江戸時代の最先端の芸術性を持っていた細川家に好まれたんではないかと思うんですが、非常に美しい地金を丹念に鍛錬して作り上げています。これはこの時代の作品としては非常に珍しいんですね。こういったところを後ほど見ていただければと思います。あとは私が他に持ってきたものが、短刀があるんですが、こちらはですね、短刀の作品は後ほど拝見いたしますが、会津兼定といいまして、その兼定が、後世、会津の地に渡りまして、そちらの方で刀を作り、連綿とそこから数えて12代、明治に至るまで、兼定の名を継いで、刀を作り続けているんですね。で特にその会津の幕末に活躍した会津兼定という作家の作品は、よく有名な土方歳三の愛刀であったということで全国的によく知られておりますが、それのルーツをたどってみると室町時代のこの美濃の国の兼定にたどり着くんですね。後に指輪や金具類、刀を傷つけるものは手から外していただきまして、作品の方を手に取っていただきます。押していただきまして作品の方を鑑賞します。姿であるとか、あとはこの地金ですね、どういった金を使っているのか、どういった鍛錬法で作っていたのか、あとは正面にありますライトの方に向けてライトの光をこの中に入れると波紋という働きが浮かび上がってくる、皆さんも何回か参加されているようで多分分かると思うんですが、そちらの方を拝見しています。で注意していただくのは、刀を見て楽しくなるのは重々分かるんですが、作品に唾が飛んだりしないように作品の前ではあまり大きな声で喋ったりということは慎んでいただきたいと思います。
で作品を全て拝見し終わりましたら改めて一礼をして、作品をゆっくりと置いていただきまして鑑賞の方を終了とさせていただきます。